東方腐敗マスターアジア。機動武闘伝 G ガンダムにより登場した人物、東方腐敗マスターアジア。機動武闘伝 G ガンダムの主人公であるドモンカッシュの師匠である。劇場では彼は空論ガンダムとマスターガンダムに登場している。そして独自の流派東方腐敗という憲法の流派を完成させた武道の達人で、その憲法はさえは生身の体と腰布のみでモビルファイターを破壊するほどである。またかつてはシャッフル同盟の一員であり、キングオブハートの称号を持っている。彼は第12回ガンダムファイトで優勝したが、ガンダムファイトの影響で荒廃していく地球の姿を目の当たりにする。ガンダムファイトがもたらす弊害を身をもって実感するとともに、環境破壊の一端を自分自身で担ってしまったことに深く絶望した。彼はシャッフル同盟を脱退した後にデビルガンダムと出会う。そしてデビルガンダムが導き出した地球環境汚染の原因である人類の抹殺という結論に賛同するとともに、人類の虐殺と地球環境の浄化を至上命題として事件の裏で暗躍する。そのためデビルガンダムの破壊を目的とするドモンとは敵として立ちはだかった。そして最後は弟子のドモンと赤波天狂剣の壮絶な打ち合いの末、赤波天狂ゴッドフィンガーを浴びて敗北する。しかしドモンのとどめの一撃を食らい、機体が爆発寸前に至る中、成長した弟子の姿に安堵の微笑みを見せながら本物のキングオブハートとして認めた。戦闘後は瀕死の状態でドモンの胸に抱かれながら交わした最後の会話の中で、ドモンが導き出した人間もまた自然の一部であるという答えを受け入れ、大切なことに気づくきっかけを与えてくれた愛弟子に感動し和解する。そして後を若者たちに託し、ドモンに見取られながら息を引き取った。その後も苦悩するドモンの前に幻影として現れ、矜持らと共にドモンを叱咤激励している。機動武闘伝 G ガンダムの武教的な世界観を体現した人物であり、数多くの強烈なセリフ回しと濃いキャラクター性を有している人物だ。マスターアジアは実力者ということもあり、戦いのスタイルが特殊である。ほとんどが格闘重視ではあるが、武器として布を使う。この布は変幻自在で、時に鞭になったり、時には槍になったりと、劇場では様々な用途に使われていた。ドモンと最初に再会した時は、彼の巻いている鉢巻きを勝手に取り、その鉢巻きを使ってデスアーミーを倒している。さらにドモンと一緒にネオ香港で地下に閉じ込められた時、行き止まりで水が入ってきて体が水の中に沈みそうになる中で、生身で最終奥義の赤波天狂剣を放ち壁を突き破り、ドモンに赤波天狂剣を教えた。彼が完成させた流派東方腐敗だが、小説版によると釈迦を守るためにその弟子たちが生み出したインド憲法の流れを組む流派で、感情の赴くままに破壊を禁じている。精神の力を持って肉体の限界を超越することを基本としている。コミックボンボンで連載された漫画版によると、天と地の霊気を父母とし、天地自然の大いなる力を受けて生まれた憲法と解説される。つまり流派東方腐敗は地球の自然のエネルギーを元としているため、地球そのものが疲弊すると憲法のさえも弱くなってしまうのかもしれない。そして流派東方腐敗には特殊な挨拶がある。それは流派東方腐敗の人間同士が出会った際は殴り合いを始めながら、流派東方腐敗は王者の風よ、全身系列、天波狂乱、見よ、東方は赤く燃えているというとても個性的な挨拶がある。マスターアジアには風雲再起と呼ばれる相場がいる。この相場は専用メカモビルホースと呼ばれるメカに登場し、彼が登場するマスターガンダムと一緒に戦うこともある。例えるとガンダムの G アーマーのようなサポートユニットに似ている。マスターアジアにはスピンオフ機動武闘伝ガンダムファイトセブンスという漫画がある。これはマスターアジアの若かりし頃を描いており、本名は修二クロスである。彼はネオジャパン出身の日本人ガンダムファイターだ。ネオジャパン代表ファイターとして第7回ガンダムファイトに挑んだ。この頃登場した機体はヤマトガンダムで、この作品ではマスターアジアは完敗している。そして決勝戦を放棄したことによりネオジャパンを放逐され、ネオ香港にたどり着いたとされている。余談になるが、彼を演じたのは秋元陽介氏であった。秋元氏にとってマスターアジア役に関してストレスの残らない
役者冥利に尽きるいい役、楽しんで遊べる役と評し、またストーカーとの2役に関してもしんどいと思ったことはなかったと話している。またマスターアジアの最後に関しても、彼は東方府杯マスターアジアを全うしたんじゃないかな、彼なりによくやったと思いますと評している。劇中でマスターアジアはギアナコーチでドモンカッシュに敗れたが、マスターガンダムがギアナコーチからネオ香港に直行したドモンのゴッドガンダムより先に決勝大会に到着している理由はテレビ本編では語られず、レーザーディスクについている監督へのインタビューにて事の顛末が明らかにされているのだが、ネオ香港へ移動するゴッドガンダムを襲う風雲再起の上に DG 細胞で修復中の黒い塊のようなマスターガンダムが乗っているのである。そして漫画超級機動武闘伝 G ガンダムでは、ギアナコーチにいたマスターガンダムはネオ香港にいるマスターアジアが遠隔コントロールしていたため万全な状態ではなかったので不覚を取ったと説明されている。アニメ機動武闘伝 G ガンダム監督の今川康弘氏が東方府杯が死ぬ第45話の絵コンテを描いた際に、まだ数話残っているにもかかわらずラストシーンに缶の文字を書いてしまった逸話がある。また今川氏は第45話の後、風邪をひいてしまい東方府杯の呪いとコメントした。ギアナコーチでのシャイニングガンダムとの戦いが遠隔操作だったとはにわかに信じがたい話だが、 G ガンダムの世界では現実離れした出来事は天然自然のごとく当たり前に起きているので、今川監督の言う通り遠隔コントロールだったと考えておくのが正しいのだろう。本日の解説はここまでです。ご視聴ありがとうございました。見たい機体などリクエストがあればコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。當你求勝利